最速、寝坊弁当選手権。毎日お弁当を作っていると、寝坊する時があります。そんな時、どのお弁当が一番早いんだろう。ということで、最速弁当選手権。簡単で早く作れるお弁当は、どれ？予想してみてね。エントリーナンバー1、そぼろ弁当。調理、スタート。オイルを吹きかけて。鮭。鶏ももひき肉 150g。生姜を少しおろして。みりん大さじ1。砂糖小さじ1。醤油小さじ2を加えます。冷蔵庫にしめじが残っていたので焼きます。人参を3枚薄く切って、鼻の型で抜いたら、目玉焼きシートにお湯と白だしを少しずつ入れて、茹でます。冷凍インゲンもポキポキ折って一緒に茹でよう。鮭をひっくり返して蒸し焼きにします。この時、白だし入りのお湯が少しこぼれてしまいましたが、鮭がしっとりふわっと焼き上がったので、かえってよかったです。横着をして、直接フライパンに卵を2つ割り入れます。寝坊した時は、丁寧にちゃんと作れなくても仕方ない。砂糖小さじ1/2、塩少々と、醤油小さじ1/2を混ぜます。箸6本じゃなくても、きれいにできなくても、時間がないときはしょうがない。あとは、卵とひき肉に火が通るまで混ぜながら焼くだけ。なんか小さいしめじが入っちゃってた。雑なので、普段の大慌て弁当をあまり投稿していませんが、寝坊常習犯のママは寝坊弁当が得意です。調理時間、栄養面、できるだけ寝坊に見えない。費用の面など、いろいろ総合的に見たママの選ぶ寝坊弁当ランキングを最後に発表します。かき混ぜるだけのそぼろ弁当は簡単だし、やっぱり優勝候補ですね。お肉と卵は違う箸を使います。帰り道にスーパーに寄ると、期限が翌日の割引されたお肉が売っていて、ありがたい。最近、半額ハンターという言葉もあり、恥ずかしいなど良くないイメージもあると思いますが、卵やお米など食材がどんどん値上がりしているので、お肉が割引だと節約中の我が家は助かります。そろそろいいかな？よし。
調理終了。調理時間は8分36秒。そのまま冷ますとフライパンに良くないので取り出して冷まします。人参とインゲンの白だしには水気を切りました。お弁当箱に詰める時間も参考までに測ります。適当に盛り付けても美味しそうに仕上がるのがそぼろのいいところ。丼物やのっけ弁は浅めのお弁当箱に詰めた方が美味しそうに見えます。時間がないときは鮭をほぐさないでそのまま乗せて。しめじ、インゲン、人参も乗せて。完成。詰める時間は3分くらいでした。ちょっと野菜が足りないのが気になるところ。さあ、審査結果に影響はあるのでしょうか。エントリーナンバー2、焼肉弁当。半額のお肉、半分使います。目玉焼きシートに卵を割り入れて、塩とマヨネーズを少しずつ混ぜます。焦げないように目玉焼きシートに入れて蒸し焼きにする作戦。周りに水を少し入れました。しいたけ、人参、ピーマンを焼きます。ママの予想では焼肉弁当が一番早くて楽で優勝候補だと思っています。空いているところにお湯を入れて、この日も冷凍インゲンをポキポキ折って茹でます。冬は野菜が高いから無理せず買いやすいものを買います。この時、卵が焦げないようにと火を弱めてしまいました。水を入れてるから焦げないのにちょっとタイムロスです。ママの予想では優勝候補なのに大丈夫かな？お肉も焼きます。火が弱いよ。全然気づかないママ。
水分がなくなった頃、卵をひっくり返しました。なんか焼けないなぁ、と思っています。諦めて、洗い物中。弱めの火加減のまま、焼いています。卵を取り出して、インゲンも良さそうです。焼けるのが遅いなぁ。その間に、インゲンには、すりごま大さじ1と、めんつゆ小さじ1を、あえておきます。今頃になって、火が弱いことに気づいて、強くしました。椎茸に、塩コショウ。取り出したら、焼肉のタレを絡めます。よし。調理時間は9分40秒。火を弱めなければ、きっともっと早かったね。卵は普通に四角く切ってもいいけど、今回は星の型で抜きました。少しは可愛くなるかな？さあ、お弁当箱に詰めよう。まず、焼肉を詰めたのですが、野菜の彩りの配置がしっくりこなくて、時間がかかっているのでカット。本当の寝坊の時は、そこまで彩りとか気にする余裕はないです。インゲンのごま和え。クッキングシートを小さく切って仕切ります。椎茸。薄いけど、卵は蒸し焼きで、プルッとした感じでした。いりごま。冬はミニトマトも高いので、梅干しで赤を入れたら、完成。詰める時間は5分半くらいかかりました。黒ごまとケチャップで卵に顔をつけてみたよ。エントリーナンバー3、豚しゃぶ弁当。しゃぶしゃぶ用の薄切り豚肉が安くなっていたので、この日は豚しゃぶ。水洗いした白滝をお湯に浸して、フライパンにお湯を注ぎます。サラダ用に冷凍コーンをさっと茹でておこう。この日のおかずは全部茹でよう。お鍋より軽量のフライパンだと広くて茹でやすいし、洗いやすい。人参。フレームアウトしてしまい、全然映っていませんが、切り干し大根を水洗いしてから水につけています。コーンを取り出したら、お湯に料理酒と
塩を少しずつ入れて、食材をどんどん茹でていきます。パプリカ。使いかけの野菜は一つのトレイに入れて、ラップをして冷蔵庫に入れておくと、次の日のお弁当を作るときに便利です。ベター、冷凍インゲン。この日も緑担当はインゲンに頼ります。ウインナー。しゃぶしゃぶ用の豚肉。白滝もお湯を切って茹でます。しゃぶしゃぶタイム。お肉は薄くてすぐに火が通るから、これは、もしかして、大優勝の予感。あ、えのきも入れとこ。全然見えていないけど、水につけておいた切り干し大根の水気をぎゅっと絞っています。コーン、レモン汁、マヨネーズ、塩コショウ少々を混ぜます。よし、こっちもいいね。ざるにあけたら出来上がり。ここまでの時間6分27秒。これはもう優勝だね。と思うじゃん。ここからママはごまだれか梅か柚子胡椒かあーだこーだと悩み始めます。迷いながら結局ごま味噌にしました。いろいろ調整しています。タレ作りに時間がかかりすぎて優勝が遠のきました。ただ、タレによってはかなり早く出来上がると思います。市販のタレを持たせて食べるときにかける方式なら6分台で完成だもんね。今回は作ったタレに絡めてからお弁当箱に詰めます。ちなみに今回のタレはすりごまとポン酢大さじ2ずつ、砂糖を少し、味噌小さじ2分の1、ごま油小さじ1を混ぜました。ウインナーは取り出して全体によくタレを絡めたら完成。調理時間は8分51秒。そして、ここからまた、野菜の彩りの配置がしっくりこない病が始まってしまいます。何それ？とにかく野菜の調整が長いので、カット。本当の寝坊の日は、そんな時間もなく、どさっと乗せます。ここだけで2分以上。あとは、切り干し大根のサラダと、ウインナー、結び白滝、パセリといりごまをかけて完成。と思いきや、まだしっくりこないみたい。もう大丈夫だよ。詰める時間は5分半くらいでした。食べる直前にタレをかけたい場合は、別の容器にタレを入れます。柔らかくて美味しい豚肉だったようで、とても喜ばれました。最後は厚揚げのひき肉炒め弁当。
これも寝坊の日の定番です。今回はナスも入れます。小さめの乱切りにして水にさらします。厚揚げもひき肉も火の通りが早いのですが、今回はナスに火が通るのに時間がかかってしまいます。豚ひき肉 80g くらい。生姜を少しすりおろして、キッチンペーパーで油を拭いた厚揚げを切って焼きます。人参。火が通りやすいように細く切って、フライパンへ。ナスの水気を切って焼きます。少し残っていたパプリカも使っちゃおう。ウインナーに切り込みを入れます。冷凍コーン。この日の緑担当は小松菜。先に茎の部分を炒めます。ナスに少し油をかけました。また横着をして、フライパンに直接卵を一つ割り入れて、塩とマヨネーズを少しずつ加えたら、半熟状の炒り卵にします。片側に寄せ集めたら、空いたところにチーズを敷きます。そのままチーズを焼きます。焼きチーズの香ばしい美味しさと卵の相性は抜群ですよね。野菜にバターを 5g 入れて、小松菜の葉の部分も炒めます。卵をパタンと折りたたんでチーズに乗せます。水 100cc、料理酒、みりん、白だしを各大さじ1ずつと、醤油と片栗粉各小さじ1を混ぜておきます。厚揚げのひき肉炒めに加えて、しっかりとろみがつくまで加熱します。和風だしあんが多すぎちゃったね。卵を返してみると、チーズがいい感じです。ウインナーを取り出して、卵もできた。野菜は塩コショウで味付けをして、
炒めすぎず、シャキッとした火の通り加減で取り出します。この左手の箸は何なんだ。こっちももういいですね。調理終了。今回は10分9秒かかっちゃったけど、ナスを入れなければもっと早いです。このお弁当はあまり寝坊弁には見えない気がします。ワンプレートは冷ましやすいです。今回は彩りしっくりこない病を発症させずテキパキできるのか。さあ、詰めていきます。厚揚げは順調に詰められた。問題の彩り野菜。バターソテー、べちゃっとせずいい感じです。案の定、またああだこうだ時間がかかったのでカット。カリカリチーズ卵焼き。ウインナーにはコーンを乗せて。いりごまを振って完成。詰める時間は4分半くらい。見た目は一番寝坊に見えないと思います。それでは、結果発表。時間だけじゃなく、いろいろな面を考えて、総合的に選びました。今回の寝坊弁当、第1位は、豚しゃぶ弁当。全部茹でるだけで、とにかく楽で簡単。第2位は、そぼろ弁当。かき混ぜるだけでできるのがいいね。3位は焼肉、4位は厚揚げという結果でしたが、正直同じくらいで僅差です。もし好評なら、また寝坊弁当選手権投稿しますね。ご視聴ありがとうございます。またね。